海外の反応、日本すごいなどの日本来産コンテンツは、テレビや YouTube にて大量に制作されてきました。外国人が来日し、日本の文化や日本人に感動し、自国よりもすごい日本を称賛するというのが主な内容です。これはネットのおもちゃにされるほど有名になった日本のタクシーの自動ドアに驚くチリ人の画像です。日本の製品を世界に持っていき、外国人を感動させるといった趣旨の番組。メイドインジャパン、見たか日本の底力スペシャルから抜粋したものです。アホみたいなタイトルですね。再臨したキリストでも載っていたのでしょうか。また、日本に関するものはほぼネタにされます。寿司、コンビニ、新幹線、車、皇族、民度、歴史、男、さらには虫まで総動員し始めました。韓国人が焼肉に感動しているのは意味不明ですね。むしろそっちが本場では。他にも真意不明の来産動画が大量に存在します。パリの高級店に着物で入った日本人女性が特別なもてなしを受けただの。ハリウッドスターがトークショーで日本を絶賛。BBC がニュースを中断して日本特集を始めるなど、何でもありって感じです。外国人が勝手に日本を絶賛することで、謙虚な日本人は自国を誇りに思うことができます。しかしながら、これらの褒め言葉を鵜呑みにしても良いのでしょうか。大げさで派手なタイトルやサムネイルは、明らかに商売の匂いがします。謙虚さを美徳とする日本人にとって、自画自賛する代わりに、日本を代わりに褒めてくれる外国人の存在は、自尊心を満たしてくれる都合のいい存在なわけですが、この外国人たちは明らかにビジネスでやっているわけです。とあるカナダ人は、日本のテレビに出演した際、プロデューサーに日本のコンビニをもっと大げさに褒めるよう指示されたと証言しています。このアメリカ人タレントも、本当はそんなにすごくない日本の文化に対して感動しないといけない場面とかが多い。例えば、四季があるから日本は素晴らしいというテーマがある。アメリカにも季節は4つあるんだよね。でも指摘するとカットされるとやらせの内情を語っています。つまりこれは脚本ありきの演出であり、自画自賛ならぬ自画他賛なわけです。他人に言わせるぐらいならむしろ自画自賛してる方が潔いですよね。来産コンテンツは日本の魅力を再発見するなどの建前を語っていますが、はっきり言って実態は承認欲求を満たすためでしょう。視聴者は外国人に日本はクールでユニークな国だと認められたいのでしょうが、実際こういった番組や動画を外国人が見てどう思うか考えたことはあるのでしょうか。日本人は本当に外国人から褒められるのが好きだね。日本人は承認欲求が強すぎる。まるで嫉妬深い恋人のようだ。俺も人儲けできるんじゃないか。きっとこのような感想を持つことでしょう。自国を褒められて嬉しく思うのは普通ですが、コンテンツとして大量消費するのは異常です。さらに中国や韓国などをけなし、日本を称賛するより攻撃的で過激な内容も存在します。日本を侮辱する反日韓国人がハーバード大学教授に論破される。韓国人と中国人が日本を貶めようとするも、欧米人に非難されるといった過激なタイトルがついたこれらの動画は、完全な嘘、捏造であり、隣国に対する憎しみと偏見を過剰に煽り立てています。中国製、韓国製はゴミ。日本のなんとかかんとかに対し韓国人発狂。キム・ヨナが浅田真央を侮辱した。中国人には絶対近づかない猫が日本人には懐く。あと馬としかも。嘆かしいことに、こういった嘘とヘイトを盛り込んだ愛国動画は、数百万回も再生されているのです。中国と韓国を軽蔑し憎み、欧米人に認められようとする心理は、どのように誕生したのでしょうか。まずは明治維新まで遡る必要があります。当時多くのアジア諸国は、列強の植民地となっており、日本は近代化によって帝国主義国家になることでそれを避けようとしました。近代日本はアジアを脱し欧米に入る脱亜入を目指し、アジア人としての自己否定ともいえるアイデンティティクライシスに陥ります。1905年、日露戦争に勝利した日本人は、一等国としての自負心を強めるも、
どこまで行っても西洋人でないことから生じる二流性への不満や不安は消えることがなく、さらにカリフォルニアにおける排日移民法による日系移民の全面禁止によって、日本人のプライドは傷つけられ、対米感情は悪化。狂信的な自民族優越主義が台頭し、後に太平洋戦争へと突き進みます。端的に言うと、日本のナショナリズムの根底には、欧米に対する劣等感があり、その裏返しとして他の有色人種への優越感があるわけです。その中で自分たちに容姿、文化が最も近い朝鮮人と中国人が最標的になったのです。朝鮮人や中国人とは違うんだと無理に思い込むことでプライドを保ち、自信の低さや二流性への不安から逃れようという心の働きが日本のナショナリズムの中に存在します。一方、欧米、特にアメリカに対する被害者意識と超えてやりたいという野心も併せ持っています。敗戦した日本は戦後経済成長を遂げ、90年代まではアメリカを凌駕する勢いだったのですが、第二の敗戦とも言われる数十年に及ぶ経済停滞に陥り、今に至ります。2010年に中国に GDP で抜かれ、IT など一部産業で韓国に負けたことによる焦りや悔しさ。さらに2011年の原発事故など、様々な出来事が日本人の自信を喪失させました。空っぽになったナショナルプライドを埋めるかのように、この手の動画が急増しました。日本の相対的国力の低下が、来産動画が増えた理由です。また、民主党政権が誕生し、自民党が政権復帰を目指すため、愛国を強くアピールするようになったことも一因であります。国が衰退し始めると、国民は虚栄心を満たすために、ナショナリズムにすがるようになるのです。アジアで日本が勝利を独占していた栄光の時代を経験し、日本人だというだけで優越感を味わってきた世代は、経済的優位を喪失した現在の状況を受け入れにくいのでしょう。アメリカを超えられなかった挫折感。見下していた中国に抜かれた悔しさ。IT 分野やエンタメで勢いを見せる韓国に対する焦り。日本来産コンテンツの反乱は、それらすべてに耐えきれなかった発狂を表しています。以上が日本の近現代ナショナリズムの簡略的な説明となります。近代から生まれたコンプレックスは未だ消えておらず、今現在ネット上で分かりやすい形で発露しています。欧米人が絶賛、中国人、韓国人が嫉妬。単純に言うとこれが日本ナショナリズムの本質なわけです。日本の文化を褒めるだけならまだしも、隣国をけなしてまで日本を上げようとするのは恥ずべき行為です。日本人は誇りを持つべきという人たちが、その真逆の行動をしているのは皮肉としか言いようがありません。人は最初から差別主義者やナショナリストであるわけではありません。最初にマイルドな自国来産番組を見て、どんどんそれにはまっていき、より強く過激な表現を求めるようになります。そして世界中が称賛し憧れる日本に嫉妬し、けなす反日中国人、韓国人への憎しみと蔑みが心の中で増大していきます。このサイクルはどこかで聞き覚えがあるでしょう。まず、スポーツの日本代表を応援するのは酒を飲むようなものです。大谷のホームランや三笘のドリブルに盛り上がるのは私も共感できます。適度な飲酒はいいことでしょう。次に、外国人が日本旅行を楽しむインタビューを見るのは、タバコや大麻をやるようなものです。これもまた、容量を間違えなければそれほど危険ではありませんが、さらに強い刺激を求めて毒性の強い薬物に手を出す例が多いことから、ゲートウェイドラッグと呼ばれます。そして、より強い刺激を求めた末に手を出すのがヘイト動画です。これはもはや覚醒剤でしょう。これらのコンテンツは、現実逃避から最終的には人に危害を与えるという意味において、まさに愛国ドラッグと呼ぶに値します。愛国コンテンツは、外国人からのリップサービスで、幼児的承認欲求を満たし、傲慢な集団的ナルシシズムを育み、仮想的とした隣国を過度に一般化し、嘘と捏造までをもって蔑みけなす、下劣なナショナリズムを生み出しました。日本のネットは右翼に汚染されてしまったのです。東アジア諸国と未来志向の友情を育むためには、相手国に対する敬意を持ち、
理性的な議論が必要となります。そのためには、これ以上自国優越主義が蔓延するのを止めなければなりません。真の誇りを持つ日本人になりましょう。まあ、韓国と中国にも同じような動画があるんですけどね。